キーノートジョンです。今回はね、ナビ VS CG ウォークランというところでね、ライブでね、久しぶりに撮っていくんですけど、見てください。こちら、シンセがね、新しくナビ新メンバーとして加わりまして、初戦になるかな。まあ一応公式戦は多分初戦ぐらいになってくると思います。合流しての最初の対戦ですね。まあこちらをライブで配信、動画をね、撮っていこうと思います。早速やっていきましょう。さあ、先行ナビの方から額ですね。ウイヒーのスーパーホグ。この人あれかな？タウンホール14か13、14だったかなの時に、ちょっとだけね、配置ビルダーの人で、ウィンウォーカーズ時代にちょっと配置の提供を少しだけいただくようなことをした人かな、多分。さあ、6時からクイヒー穴開けしていきつつ、クイーンと投石エリアのところにね、穴入れてきましたね。で、キングのためのサイドカットかな。イーグル前のところ、そしてクイーンと当たってるところなんですが、ストライカー刺してここは呪文なしで突破していきますと。ちょっとね、コンタクト入れてないんでメガネでさえ。さあ、いい誘導ですね。ウォールブレーカー一応まだ2枚あるので、レイジタワーのところの隣のね、クロスボウの方をうまいこと開けるか、シンプルに付け根を開けていくか。で、タウンホールまで撃てるようになりますね。アーチャータワーのところはホグビズのカットですが、ここに関してはマルチ IT も効いてるんで、大丈夫そうかな。折り切れましたね。ちょっと追加のホグ投げましたが、これは、テスラが生えてウォールブレーカーが。でもこれむしろ刺しやすくなったな。この後クロスボウの前がね、簡単に開くようになりましたね。テスラのおかげで。キングの方もね、援軍釣りつつ、ある程度、イーグル区画を全部ぶっ飛ばしてくれてるという状況ですね。ポイズンこういう時ちょっと悩みますよね。キングの方に打っちゃうか、それともという形ですが。ここもね、クロスボウのところ、しっかり投げていきましたと。で、逆サイドも一気にスーパー。ランチャー来た、マジすげえ。ランチャーでマルチ IT が中心に残っていくところ、その勢いで、奥のね、モノリスとかにもダメージ入れることができますね。マルチ IT、ここは、ボムタワーのね、破壊もあったところ、トームを合わせていきます。インビジブルで隠しつつ。さあ、モノリスの HP はウッドランチャーも攻撃を入れてくれたおかげで、割かしスムーズには進むことができましたね。さらにフリーズ重ねていって、クイヒーの方はレイジ。タウンホールはね、一応クロークは持ってるのでという判断かな。ギリギリですが、これ動かないでほしいな、クイーン。大丈夫そう。ポイズンの方は浸からない。マルチ IT の方にね、フリーズを優先して打っていきまして、キングに吸われてクイーンはクローク。いいクロークだと思います。あとはスケルトンの呪文が一発残ってるので、ロイちゃんの延命あたりにね、使っていきたいんですが、ここは12時選択ですね。回収ユニットは、すべてもうほぼ使い切ってるような感じで残り30秒。9時が終点になってくるので、ロイヤルチャンピオンブーメランをね、どう扱うかですね。早めに扱うのか、手元に残して9時側をロイちゃんに回収させるのかみたいなところですが。逆サイこれはゴブリンかけたいですね。ロイヤルチャンピオンもやや9時に寄せて、9時の回収をしてもらいつつ、裏にもしっかりね、ゴブリンとか残してというところで。ファーストアタック演技がいいですね。新メンバー入って、新ロースターですが、前回スタート、バーサス。対戦相手1人目は、スーパードラゴンまさかのレベルマックスじゃないというね。さすがにね。さすがにレベルを上げていきまして、リターン型が結構多いんですけど、クイヒースーパードラゴン、リターンは使わず、コウモリが採用されてますね。多分モノリスあたりのターゲットをね、拾っていくような使い方になると思うんですけど、モノリスおでん像ってね、非常に火力の高いところ。これはシンプルにリターンしないでシューターを逆サイドカットして、リターン型と同じような形でタウンホール側から入っていくのかな。エアスイーパーも下に2本吹いてるっていうところと、リターンじゃない分、レイジの数が増えるので、クイヒーだったり、ヒーローパート、ドラゴンパートにね、使える呪文の枠数を少しだけ確保したようなイメージかな。反対サイドはベビドラカット、クイヒーカット、宝石の方、ユニット、これサイドカットしなそうっすかね。多分当然ここはコウモリでターゲット取って、このコウモリいいですね。いいコウモリ。しっかりモノリスのターゲット拾いつつ。宝石、これ入るんか？入らないですよね。残った宝石をどう扱うか。ユニットでケアすることはできないんでね。なんかくるくるしてますが。タウンホールの方も、そろそろスーパードラゴン触るようなところをレイジトームかけていきたいところですが、しっかりこれはタウンホールバッカーに合わせてレイジトームをかけていきますと。
宝石残り続けるんで、なんかユニット持ってくるか、ケアをなんかしてもいいかなってとこですね。そのフリーズっちゃうとヒーラー打たれるんだけど。うん。ここからロイヤルチャンピオン、援軍がそうなると出ちゃうか。うわー、スーパードラゴン全滅した。フランジョがね、壊せてないので、今中央入ったやつ一瞬で全滅しましたね。イーグルヒットとタウンポイズンとみたいなところで、マルチ IT もね、いろいろあって。まあ、リターン型がね、強いんですよね。結構こういうところもね、呪文が2枠使ってしまうもったいなさはね、リターンから感じるかもしれませんが。枠数がやっぱスーパードラゴンってちょっときつかったりするので、そこをね、呪文の方でカバーするっていう意味合いもあるので、まあ、中心部、スーパードラゴンで取らなきゃいけないような呪文構成だったので、まあ、そこがね、できなかったっていうのが今回、厳しくなってるアタックの要因かな。エアスイがね、下に2本とも吹いてるし、まあ、マルチ IT ってことでね、タウンホール超えればドラゴン的には結構伸びるんじゃないかな、みたいなプランだったかもしれないですね。さあ、来ました、シンセ。スーパーホグラッシュかな。スケルトンインビジブルっぽいですね。4枚あるんで、ワンチャン、なんかこの辺どでかく全然違う。ポイズン持ってきてないね。なるほど。エレクトロタイタンあるんで、それを使って援軍ケアする代わりに、クロスバーまで行きたかったところなんですが、ここは失敗。4施設を狙ったスケルトンインビジブル。なかなかね、ナビの今までの形だとこういったアタックはなかったんですが。さあ、ホグストライカーうまいっすね、それ。ロイヤルチャンピオンの位置を見て、ホグストライカー刺していきましたが、ちょっと透析機まで突破できるかな。厳しいっすね、ダイクがかかっていって。さあ、公式戦初アタックなんですが、2つほどプラン外なことが起きつつ、援軍も釣れてないですね。結構やばいんじゃないかな。さあ、ここからリカバリーできるか。透析を削ることでね、クイーンの方を簡単にタウンホールの方にね、誘導していくみたいな形だったと思うんですけど、これ結構厳しいかもしんない。スーパーホグを使ってのリカバリーですね。かなり固めて出していく。それによって援軍も連れてきてしまうので、まあ、これがね、クイーンに当たるような援軍のね、動きになりますよね。はい、これか。第1クロスのタゲ。いや、これ結構しんどいな。インビジブル1枚あるんで。まあ一応タウンホールの方を、これ両ヒーロー、ストライカーもさっき投げちゃったってことで、ここは当てずに。さあ、クイーンは速攻のクローク。なかなかタウンホールを射抜いてくれない。厳しい。かなり事故ってますね。超きついな、これは。タウンホール側からスーパーホグ展開するしかさすがにないかな。まあ、スケイムのミスはまだしも、ちょっと投石の方をね、折る突撃艦の方ミスったのが相当痛かったかなっていうのと、援軍釣ってしまうホグだったので、今のは。まあ、やらなきゃちょっとクイーンが戻ってしまいそうな雰囲気もあったしっていうところで、まあ、ちょっと難しい形だったのかな。さあ、ロイヤルチャンピオン角度変えて、そうなると、スーパーホグの角度はタウンホール横のと思ったけど、普通に投げていきました。ロイちゃんはそのままもう、一気に行くと。さあ、ここで一気のトームをかけていきます。フリーズはここ打ちたいかな。そうですね。クイーン投石のところ固めつつ、ヒールはここタウン裏のところかけていって。まあ、裏のクロスとかもこうなるとちょっと鬱陶しいですね。まあ、初手のゲイン部のミスみたいなところが痛いですね。なければワンチャンあったかもしれんっていうレベルですが、さすがにちょっと迷いすぎたところもあって、残りもう20秒切ってますね、この段階で。さあ、記念すべきファーストアタックですが、ちょっとタウン裏のマルチ IT のところまで乗り越えられてないですね。裏からジャイビズ、バルーンを付け足しつつ、破壊率がまだ伸びてないところ、時間がやばい。さあ、ファーストアタックだったんですが、70% 終了ですね。さあ、対戦相手。61天才のラバルになりそうですね。まあ、ちょいちょい、今回もアイゴレがカンストしてないということで。対地マルチ。まあ、オーソドックスな形になりそうかな。キングをイーグル区画に入れて、残った投石マルチの、投石じゃない。対地マルチの方にランチャー刺して。
クイーンで、一応くじ見つつ、ロイちゃん使うかどうかそこで選択って感じかな。ちょっとキングがやばいんじゃないですか。おー、危ない。かなりキングへの被弾も高くなっちゃってるんでね。僕はクイーンを少し浅めに設定しつつ、なんか援軍がちょろっと釣れてますね。さあ、ここで一気のフィスト。ウッドランチャー、イゴレも付け足しつつ。さあ、キングの方は、かなりね、苦しいルートになっちゃったので。クイーン、これ壁開けで入っちゃうけど。特に工夫がなさそうだからな、自分。ユニット構成的にも。対地クロスが先に折れたのはいいですね。ここで、イエティの方でマルチ IT も折れるので、やっぱりロイちゃんはもうここを繋いで出して、そうなると12時の方の処理にスケルトン1枚とストライカーとどめを刺していくような形になってくるんですが、さあ、ストライカー、ナイス。リギーとストライカーがね、簡易的なフリーズみたいな役割を両施設に入れてくれると。施設というか、両方のね、ロイヤルチャンピオン投石というところ、2つを止めてくれると。さあ、ここはマルチ IT にもフリーズをかけつつ、タウンホールにもかけつつっていう形になってくるので、かなりね、初手で呪文を使ってしまう高火力エリア、難易度の高いラバルパートなんですが、さあ、ストライカーまでつつ、レイジトームなんですけど、これタウンホール向かうバルーンは作れましたね、一応。寄ってくれたけど結構、ラッキー感はあるが。さあ、スケルトンを置いて、ストライカーがもうすべてキングにぶち当たってしまってるという状況ですね。2-2でこっちのやっちゃったらもうバルーン挟みたいかな、これ裏。さすがに。そうですね。ストライカーなしでクイーン処理は厳しいですね。さっきも言ったけど、裏にね、スケルトンを置いてからの展開っていうのが良かったんじゃないかなっていう形ですが、クイーン処理さえね、できてればもうちょっと伸びてそうな雰囲気ありますね。中心モノリスが残ったことで、おでんもここで焼かれつつ、12時のところが、投石区画が残っていったということで、キングがうまいこと、いかなかったので、ダウンも多くなって、ちょっとずつね、クイーンロイヤルチャンピオンでシワが寄った感じでしたっけね。さあ、カズマくん。ウィーラバですね。ホールブレーカーは2枚。シューターセットしてるという状況ですが、さあ、イエティ置いてシューターセット。上の方クイーン出てますね。逆サイドイーグルのところ。よく見ていく必要がありますね。カズマくんはね、鳥なんで視野が広いんですよ。ちょっと大砲にユニコーン撃たれて、これね、地味だけどユニコーンって相当回復量高いんで、痛いですね、ユニコーン失うのは。うわ、巨爆。これ結構変わるぞ。見えてるか？見えてなさそう。クローク打って、フリーズかけて、ちょっと両サイド、だるいぞ、これは。さあ、援軍の方がね、下届いてくんですけど、これも多分下見る余裕ないかな。シューター割れちゃいましたね。さあ、出てきたのはロケバルなんですけど、テスラモリがここ固まってて、マルチ IT を狙うような形だったと思うんですが、ここは失敗。ちょっと、厳しいですね。両サイドウォールブレーカー入れてって、これは多分キング、クイーンをそれぞれね、このマルチ IT 区画に入れていこうという形だと思います。さあ、これ、援軍に気づいてほしいクイーン。ただ動いては欲しくない。よかった、戻ってくれそう。キングの方は壁越しクイーンをさすがに処理するまでは至らず。面白いプランですけどね、下側のマルチ IT までシューターで削ることができてれば、タウンホールの方がね、だいぶ綺麗なルート取りになってて、ちょっと食い火なんですけど、ヒーハーが1体、むしろ、0体になっちゃいました。さあ、クロークも使ってしまってるので、クイーンの方はここで終了と。難しいね、これ。フリーズかけつつ、レイジもないんですよね。ここでトームをかけていって、タウンホールを爆破をね、ケアするというよりは、ユニットが残ってるうちに、最大バリューを持ってってもらう形を取るために、打たざるを得ないような形のトームですね。さあ、フリーズもかけますが、ロイちゃん能力、解放すらできず。
バルキリーウィーズで削りを入れて、削れない。そうすると隣が回収できるって形かな。第1クロスのタゲがこうなってるので、まあシンプルガーゴイルでしたね。あとはできるだけ破壊率を稼ぎたいという形なんですが、さっきのね、シンセのアタックも 70% で、相手が75、92ってことですね。額がね、前回1本取れてるので、星数の方はね、リードが取れていくわけなんですけども。ちょっと珍しいですね。今のウィズ島のところ、ウィザード、かかりを出してるか。あんま起きなそうなミスを。惜しい。さあ、70ちょっと。前回を取られると、破壊率の方がちょっと負けてるので、逆転はされてしまいますが、次の防衛も大事ですね。対戦相手。ユローン入った花火かな、ロケバルいいっすね、その会場。そうで花火っぽいな。多分、エア水を寄せたい突撃艦の前の、スーパーチャカじゃ、普通に。穴開けつつ、ゴブリンとかも入って、確かにそれは強いっすね。タウンホールの裏にモノリスがあったので、まあそれを利用して、タウンホール越しのね、スーパーチャーの、あれを活かしてった、貫通ダメージを活かしてったって形で、しかもこれかなり綺麗に入りましたね。だいぶ削れている。いや、強い。これいいバリュー。ただ当然呪文はたくさん使ってフリーズ系の呪文がすでにないんですよね。なので、タゲ取りのミスとかがもう今後一切許されないですね。ロケバルをアーチャータワーに刺していくような形ですが、ちょっと失敗と。投石の方に綺麗にキングを入れたいというイメージだったと思うんですけど。エレクトロタイタン、ここ、使っていきつつ、ストライカー回せて、タイタンのオーラダメージでアーチャータワー消えていきました。さあ、ここで援軍当たるようになりましたね。で、エレクトロタイタンが援軍に対してはめちゃくちゃ強く、外周部にキングが回っていって、さあ、アイゴレに気づいてタイタンとクイーンで援軍処理して、下からですね、これは。スケルトンの呪文を置きつつ、下からスーパーホグ展開、ロイヤルチャンピオン若干角度を変えて、さあ、ここは一気のストライカーも混ぜつつ、トームはかけていきます。クイーンクロークは、まあ、外行っちゃったか、まあ仕方ないけど。ヒールも少し浅めにかけつつ、結構いい感じには見えますね。呪文はもう当然全部打ち切ってしまっているんですが、クイーン壁殴ってるね。クローク打ってマルチ IT まで早めに打ちたい、それは。早めに打って、クロークマルチまで突破させつつ、内側で対1クロスのタゲ取れてるので、その隙にクイーンがね、また、クランジを壊したいと。ロイヤルチャンピオンブーメラン入れて、さあ、あとはここ、対1クロスまで突破できるか。DG がまだ生きてますね。ここを止めていきつつ、外周部、これね、スーパーホグから出てきたライダーたちが、豪華弊社のようにね、最後伸びていく。いや、うまいっすね。最初のバトリューがね、めちゃめちゃ良かったかなという感じです。さあ、クラウス。なんだこれ。これ、スーパーホグ。ゴレウィズスーパーホグですね。まあ、最近結構ね、あれ、パリピウィザードがめちゃくちゃ強くて、なんかそれに近いゴレウィズみたいなことをね、ちょいちょいやってるのは、いろんなとこで見ましたが、まあ、所定はシングルなのかな？どうなんだろう。どこを狙っていくのか。スーパーホグ、スーパーバーバリアンとジャイアントで、まあ、施設破壊兼、少し、タゲを取ってもらったというおデヒからスタートして、イーグルとマルチ IT の方をコウモリで使っていくスケルトンインビジブルがスタートしてます。マルチの方は成功しそうですね。イーグルの方に、ちょっと、来てくれたんで、いけそうでしたね。大丈夫。最後はね、レイジがちょっと切れてって、クエイク一応持ってきてたんで、ケアで使うことはできたかな。さあ、ここは、ゴーレム使っていって、引っ張っていきます。さあ、キング処理のところ、ここは火力高いですね。おでん像とキングというところで、ゴーレムとはいえ、ここは、すぐ解けてしまう。さあ、ホグ、いいホグ。おでん像のターゲットをね、しっかり回収するような形だったと思うんですけど、テスラが出てきてしまったんですね。
突撃艦で多分タウンホールケアをするんじゃないかな、この流れだと。クイーンが戻んないといいな、そのテスラで。迫撃撃ってテスラで戻るとか、でも大丈夫ですね。上があるので。しっかり上は残っていて、反対サイドがイエティカット入ってますね。うん。ウォールブレーカーとか一切ないので、通路のところをシンプルにぐるぐる残して回していくって形ですかね。ゴーレム使っていって、ストライカー合わせ、エレクトロタイタンが9時から出て、ウィザード。クイーンの方もストライカー処理ができて、ここか。ウッドランチャーに切り替わりましたね、突撃艦から。で、スーパーバーバリアンで削っていって、この辺のね、ルート取りっていうのをね、頭で最初にまず考えてから実行しないといけないのは当たり前なんですけど、そこがね、すごいですね。クエイクこういう用もともとかもしんないけど、壁開けのケアみたいなところで持ってきて、スケルトンの呪文を外周部置きつつ、ここをスーパーバーバリアンとウィザードで刈り取って、フリーズ一応打つことはできます。トームがあるんで。でも一応キングのためのね、あれが欲しいよね。それめっちゃいい。キング内側入ってくれたので、トームにキングも入りました。シングルインフェルノは、これはアイスゴーレムっぽいですね。テスラに対してウィザード当てますが、折れましたね。ロイヤルチャンピオン使っていきつつ、ゴーレムで裏タゲ取って、いやー、フリーズ2発あるんで、あとは時間との勝負って感じになってきましたね。クイーンの方はもうクロック使っちゃってるんで、被弾入ると結構厳しい感じになりますが、ロイヤルチャンピオン、スーパーバルキリー入ってた、これ。スーパーバルキリーだよね、このレイジ。ここからロイヤルチャンピオン能力残したところで、残り10秒。防衛施設の方が、残り5個ですね。これをブーメランで飛ばしていって、迫撃砲の方に集まっていかない。対戦相手。いや、今の痛いっすね。惜しいな。ただ破壊率としてはね、相当優秀なので 99%。ライドラッシュ、まずは突撃艦から入っていって、クロスボウがね、こっち側のクロスボウだけ空に対応できるクロスボウが入って、イエティですね。で、このイエティの方で、このクロスも降りつつ、美味しい。で、ロキバル対空砲へという流れ。両サイド。そこからライドラ出すんだ。上なんかすごい入り入ったね。ギリギリ、タウンポイズンギリギリを攻めるライドラを指してキング処理を行っています。反対サイドはスケルトンを置いてからのキングクイーンですが、ストライカー指してロイヤルチャンピオンを早くしないと、キングがひたすらよくわかんない壁殴りをしちゃいます。ここかなり細い面でライドラできましたね。なんかライドラじゃなくて普通のドラゴン系の攻めをするときのような面取りをしていって、内側までトーム貯めてるんでね、ここでしっかりトームをかけていきます。スケルトンの呪文をモノリスに合わせるようなイメージで置いていきつつ、このライドラ、いいチェイン入りましたね。マルチ対地クロスのところ、チェイン入りつつ、ちょっとこのトルネードは、ライドラがレイジかけたんですけど、クランジョの方に進まなくなりました。これきついな。当然ね、スケルトンの呪文も時間が過ぎておりまして、モノリスの方は、発動中でございます。打つか。降り切ってからの方がバリュー。あとは、回収ですね。フリーズ1枚。ここに打っていく。ライドラ内側、削っていきますが、この後のマルチ IT で解けますね、と。に一応アーチャーで削れるところは残ってるんですけど、ブロック打ってアーチャー全部出しましたね。多分気づいてないな、これは。そうなると9対9の破壊率って形になってくるんですが、結構キワいのかな、どうだろう。70% 台が2個あるんだけど、こっちもね、99で、相手も92でしょ。わりかし近そう。これが85か。ちょっとこれのアタック終わってどうなるのか見ていきたいですね。さあ、かなりの接戦になっていますが、破壊率はリード取られてますね。ラストアタック星さん。花火かな？ワンチャン、さっきみたいにスパーチャとかあるかもしれないけど、でも結構タウン前の花火が割と濃厚そうではある、これ。インビジブルの数が多いので、対空砲隠すかな、どうだろう。
隠してきましたね、やはり。対空砲隠しのマルチ IT 日本。おー、なんかすごい。トルネーとかもいろいろ出てる。さあ、これはスーパーガーゴイルですね。タウンホールをしっかり撃破しつつ、これただ爆破入っちゃう部隊も出るので。マルチ IT、降りたい、タウン前。頑張れ。ホーミング。1体残ってる。そいつが、しっかり降り切っていく。しっかりクローン型持ってきてたのがね、良かったですね。結構こういうのって、クローン使わないこともあったりするんですけど。援軍はなんか、ちょろっと、陸のユニット混じってた、これ。なんか、ロケバル出てるんで、陸のユニットが通った形跡ありきりですね。ロケバルだいぶクイーンにダメージ入って、えぐい。ブロック入った。イチクロスのタゲ、そんなとこまで飛んでた？よくわかんないけど。自分で押した可能性もあるし、勝手に出た可能性もありますね。クイーンの HP 相当苦しいんですが、ここはインビジブルを使っていきつつ、アイゴレがこれ入ったことでもう一回フリーズ作れますね。キングの方はロイヤルチャンピオンを処理しつつ、そこにロイヤルチャンピオンを回せていきます。さあ、対地クロスを触り始めましたが、レイジターが帰ってきたので、ちょっと苦しいけど、先に折れたかな？お、バク。牙。さあ、ロイヤルチャンピオン投石のところ届きて、ポイズンタワークイーンで捨てたら美味しかったですね。このバルーンは、残ったところの防衛施設破壊権。いいですね。ポイズンタワーの解除できそう。さあ、9時からラバルカーを開始していきます。ストライカー合わせて、ここ1機のトームでクイーンの方に向けていって、2部隊作っていきますね。投石の方に向かう方にヘイストを置きつつ、中心ね、イーグル砲だったり、モノリスだったりを折る部隊も作っていって、ちょっとヒーローパート苦しそうには見えたんですが、ラバルパートはこれかなりいい感じかな。安いが吹いてるけど、完全に吹いてるね。吹いてるけども、重要な防衛施設はもうすべて落としきっている。いやー、ラバルパートさすがですね。結構ね、クイーンも黒く出されちゃったりとか、初手でトルネードとか引いて、めちゃめちゃ上振れたビッグパートとは言えない形だったんですけど、割ってみれば圧倒的なラバルの数で、ラバルパートが非常にうまかったというのと、ルート整備が綺麗にできてたので、時間も間に合いそうですね。余裕の全開すぎる。さあ、これで破壊率の方ね、リード取られてるので、対戦アタックが全開取れるかどうかというアタック、最終アタックになっていきます。さあ、最終アタックを最初に触れた、あれですね、ビルダーの方ですね。さあ、レベル上げずにそのまま挑む。なんか対戦相手の人、本当にユニットレベルが上がってない人が多いですね。スーパーボーラー。メインユニットになっていくんですけど。でもスーパーボーラーはね、以前ガクも言ってたけど、なんか別にレベル上がったところでいける配置はいけるし、いけない配置はいけないしなんで、多少のね、効力しかあんまないっすね、みたいなこと言ってましたね。取れる配置はレベルが上がってなくても取れますよということでした。このオデヒどこまで行く、あれですかね。配置クロスもずっとかかっちゃうし、投石の方もね、綺麗に折らないとって感じなので。ここで終わっていきましたね。対地クロスのタゲは外さずずっと持っていくような形になりそうです。ここからスーパーボーラーぶち込んでいきつつ、逆サイドはキングネクロを使ってサイドカット。エレクトロタイタン2体目を合わせてバルーンを使っていきます。さあ、クイーンの方が不穏な動き出し。ウォールブレーカー使って道は作っていきつつ、なんか大きくばらけていきますね、ユニットが。インビジブル使って外周部広がらないようにして、ここでトームかけて内側に集めていきます。ランチャー型。クイーン不穏ですね。この後も不穏すぎる。さあ、おでひをしたのになぁという、嘆きの逆走。さあ、ヒーラーは一応内側で全部拾っていったんですけど、アイゴレうざいっすね。さあ、マルチ IT を折ることができましたが、中心ユニットはすでに溶けている。さあ、投石で逆、イエティでその投石を折りたいですね。キングネクロの方はまだフィスト一応残ってますね。こうなってくる渋い展開になった時に、スーパーボーラーのレベルが大事になってくるね。うわ、もう一回トム打ちて、これ。なんなら星1あるぞ。ロイヤルチャンピオン使って、タウンホールが寄せるような形を取りつつ、
キングもクイーンも相当苦しいですね。これ星1じゃないかな。呪文ないでしょ。ロイヤルチャンピオンキング捕まるかな、これは。キングは防衛キングの方。両方タゲ取ってくれている。その隙にロイヤルチャンピオンたどり着いて、ブーメランだけ飛ばしときたいな、とりあえず。ああ、終わったな。さよなら。なんと、最終アタックが星1ということで、劇的防衛です。まあ一応逆転という形になるのかな。さあ、ラストアタック星1。これは悲しい。まあ一応ね、冒頭触れましたが、シンセのね、忘れてました。シンセのウィージンということでしっかり勝利することができました。はい、というわけでね、終わりまして、12対10ということでね、無事勝利することができつつ、シンセがね、デビュー戦という形でした。前回は取れなかったんですけど、面白いアタックとして、なんかスケルトンインビジブルで4施設ね、クランジを狙わないスケルトンインビジブル結構やったりするんですけど、まあそういったところって今までのナビのアタックになかったようなところだし、シンセはなんか独自の世界観で独自のクラクラやってるんで、なんか、すごいっすもんね。各戦術のエキスパートみたいな人たちがね、どんどん集まって、まあトップオブトップだね、ゲームの。まあそういったところがね、また新しく加わって、今後のナビがまたどういう化学反応を示していくのか、今後のね、世界大会とか楽しみですね。はい。シンセからするとね、世界大会の参加権をまだ得られてないところからね、去年の世界王者かつゴールデンチケットすでに取ってるくらいに移籍できるっていうのはね、非常に、まあ、でかいですよね。世界大会も確定で出場ができるっていう。というわけでね、今日はこんな感じで終わりたいと思います。チャンネル登録お願いします。